ご視聴ありがとうございます。今回は5月に購入した道具いくつか紹介したいと思います。1つ目、クニペックスのシャニッパー7002の160、限定カラーのニッパーです。世界で5000本限定とのこと。トリコロールカラーがかっこいいっすね。カラーリングも注目ポイントではあるんですけど、これ気になる点としてグリップが新しくなってます。今後クニペックスのコンフォートグリップはこの形 3K グリップに置き換わっていくようです。握りやすい太めなグリップやガードの役割をしてくれるコブなど形は大きく変わってません。すぐにわかるのは落下防止のコードを通すアクセサリーをつけるための穴がお尻側についたくらい。握った時の雰囲気は少し変わりました。材質についてはそんなに変化なさそうな感じですが、表面の造形が変わっていまして、先代と比べてみますとさらっとした印象を受けてます。柔らかい部分の脂肪が細かくなりました。そのためか素手で握ると旧タイプよりも手にくっつく感が薄くなっています。もう一点、ここコブのちょっと下にある親指を置くのにちょうど良さそうなくぼみが変わりまして、独特な滑り止めの模様がつきました。ここは旧タイプよりもペタッと手につく印象です。作業で使ってみた感想として、私そもそもコンフォートのヘビーユーザーではありませんし、今のところニッパーしか試してはおりませんが、この 3K グリップ、旧コンフォートと比べて大きな違いというのは感じてません。先ほど述べました通り、さらっとしたかなくらいな感想っすね。前作のコンフォートの方が良かったとか、今作の 3K グリップがすごくいいぞとか、そういうのは感じてません。ですから、グリップの旧コンフォートは順次 3K に置き換わっていくらしいと聞いていますが、急いで買っておこうみたいなことにもなってはおりません。個人的には、聞こえ悪いっすけど、どっちでもいいかなって感じ。どちらも使いやすいグリップだと感じています。クニペックスの限定カラーニッパー。お祭り製品ではありますが、機能はしっかりとクニペックス品質です。カラーリングが気に入ったらぜひおすすめ。世界で5000本なのでそう数多くはないです。気になる方はチェックしてみてください。2つ目、ベラのラチェットドライバー。最近出ました新製品です。大小2つのサイズがありまして、先日小さい方は紹介しましたが、今回はグリップサイズが一回り大きなタイプ。プラスの1番と同じサイズとなってます。このラチェットドライバーシリーズ、切り替えのダイヤルが特徴的で、今までにない機能がとても良いんです。まず、ネジ回したい方向とダイヤル操作の向きが一致するというのが良いところ1つ目。直感的に操作が可能となってます。ここまではある機能なんですけど、続いて良いところ2点目として、切り替えダイヤル部分を回すことでシャンクを回すことができるのです。この機構、とても画期的に思っていまして、言葉で説明は難しいのですが、切り替えダイヤル部分を回すことでネジが回せる、指送りの操作がとても楽に行えます。今までは切り替えダイヤルを超えてシャンクをつまみに行くか、こんな風にサポート箇所をつまんで指送りをしていたのですが、指が変な姿勢で辛かったり、切り替えダイヤルを誤操作してしまったりとストレスがたまる作業でもありました。このベラはダイヤル部分で回せます。指は自然な姿勢で操作できますし、ダイヤル誤操作の心配はありません。ネジが上向きでラチェットが効かない時とか、ネジを入れに行く最初の操作などでとても便利な機能です。これ素晴らしいシステムだと思うっすね。先端、ビットホルダーはクイックリリースタイプ。ビットを差し込むとロックされ、外すときはレバーを押し上げますとビットが軽く飛び出します。両頭ビットはロックできませんが、マグネットも入ってますので使用は可能。レバー部分はくるくると回りまして、長いビットつけた時などここをつまんで支えるという使い方もできます。今のところ使っていて何の不満もない道具っすね。同じベラのポケットセットと合わせて頻繁に使う道具となっています。気になっているのは耐久性について。切り替えダイヤル部分で回せるこの機構、従来品と比べて強いのかどうかはよくわかりません。
触っていますと切り替えは軽く、ラチェットの空転トルクも同じく軽めですから頑丈な印象というのは受けないですね。質感や本体の軽さも相まって頼りない感は否めません。今後使っていて問題が起きましたら報告をさせていただきます。ベラの新型ラチェットドライバー、新しい道具という感じがしたアイテムです。新機構の耐久性が市場で証明されるのが待ち遠しいです。スタッピサイズなどサイズ違いのラインナップをぜひ期待したいアイテムだと感じました。3つ目、シグネットのスピンロックソケットレール。ソケットの付け外しがやりやすいホルダーです。以前はロッキングホルダーって名前だったように思いますが、名前の通りソケットを回転させることでロックと解除を選択するホルダーです。ソケットを入れて30度くらい回すとロックされ、逆に反時計に回すとロックが解除されます。ロックしてる最中は逆さにしても揺すっても簡単には落ちません。というか、ロックしていてソケットが落ちちゃったことは今まで経験がないっすね。操作感も良好で、ロックや解除の操作は重すぎず軽すぎず、使いやすいソケットホルダーです。以前からラインナップされていたものに比べて全長が長くなりました。従来品は 300mm のクリップ数10だったのに対し、今作は 390mm のクリップ数は13と増えています。以前のクリップ10個ですと3部ソケットを8から 19mm までノンスキップで付けようとすると2つ足りなかったのですが、今作ではカバーできるようになりました。少し長くなったらさらに便利だろうなと思っていたので、これは待ち望んでいたアップデートとなったっすね。ただ欲を言えば少し長すぎるとも感じています。私は従来品の1/2分の1用の 340mm レールにクリップを11個入れて使っていまして、そのくらいが扱いやすくちょうどよかったのです。今作の 390mm ともなりますと持ち運びに不便を感じることも。長さを加工するにも端の抜け止め固定用に四角い穴を開けないとならないのでなかなか面倒です。レールとコマをバラ売りしてくれれば素敵なんすけど、まあ出してはくれないでしょう。期待薄って感じ。すごくリーズナブルってアイテムでもないので、購入時に組み合わせが選べたらさらに良いのではと感じました。シグネットのスピンロックソケットレール。とても便利な収納アイテムです。据え置いて使う場合、あまりメリットは感じないかもしれませんが、少しでも持ち運ぶ機会のある方にはおすすめな製品です。機会がございましたら手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。